にちは、渡辺光です。今回は T シャツのリメイクをやってみようと思います。先日シンガーソングライターの森アンパンさん、私の講師芸部の生徒さんでもあるんですけれども、以前にもソーイングチャンネルの方の動画で、私が森アンパンさんの衣装を作った回をアップしてありますけれども、興味のある方はぜひ見ていただきたいんですけれども、今活躍中でとても注目されている、アーティストさんです。で、森アンパンさんがレッスンに来て、でまたアンパンさんのライブ衣装とか、スタッフの衣装とか、それをT シャツのリメイクで、作ったんですけど、それがすごく面白かったので、このソーイングチャンネルでもちょっとやってみようかなと、思いました。で作ったのがこれなんですけれども、このレース袖をつけてみました。割と簡単で、それですごくガラッと印象が、変わって、そしてトレンド感もあるということで、いいんじゃないかなと思って、この形にしました。でこの袖はまっすぐ、長方形です。袖ぐりは、土台の T シャツの袖ぐりよりも、ちょっと10センチぐらい、下のところでカットして、それでこの長方形の、レース生地を、つけた、だけです。でこの袖口の方はレースの生地の耳を使っていますので、折り込んだりもしなくていいので、すごく簡単に、作れます。でここが広いと、この四角で切るとどうしてもこういうすごく広い着物のような袖になるんですけれども、今こういう形自体がすごく流行ってますけど、涼しいし、作るのも楽ということで、初めての方もぜひチャレンジしてください。それで作る時の注意点としては、この T シャツが伸縮する伸び縮みする素材なので、この伸び縮みする素材生地のことをソーイングではニット生地というふうに言いますけれども、このニット生地で、レースの方もちょっと伸び縮みするので、そういうものを縫う時はミシン糸と針をニット用のものに変えて、作ってください。レース生地の方は、これ今回はラッセルレース、ケミカルレースとラッセルレースというものが大きくありますけれども、これはラッセルレースのジャガードっていうやつかな。でラッセルレースの方がケミカルレースの方がちょっとボコボコというか凹凸があって、ちょっとやや厚めかなのが多いかなと思うんですけれども、ラッセルレースの方がややケミカルレースに比べると平らというかフラットなので、ちょっと扱いやすいかなと、思います。で、今回着ているこのスカートに見えるパンツというのも、前にやったので、作り方の方はそちらの方で、見て、ください。それでは作り方の方をどうぞご覧ください。それではこの T シャツの袖を取ってしまいます。で、袖ぐりはちょっと広めにしたいので、この袖下の、ところからだいたい10センチぐらいのところでこう切り離していきます。だいたい10センチでちょっと印をつけておきます。で、切っていきます。新しい袖にはラッセルレースという生地を使います。生地の端は耳という風なこういう感じの、もうほつれない、処理がしてあるんですけれども、その耳を、
袖口の部分に使いたいと思います。とこの袖ぐりよりも、2センチぐらい長く、ここからここが37センチ、その37センチの2つ折りにしてあります。それでこっちの長さは袖丈になるので、それは好みなんですけど、今回は28センチにしました。それで、こういう四角で持って、切っていきます。今ここが耳の方です。実際はちょっと逆側になって袖口になるわけですね。これでレースの袖2枚を切ったところです。で、次はこの袖下を縫って、これを輪っかにします。今こっちが表が出ているので、こういう感じで、表同士を合わせて、で、ここを、2センチの縫い代で縫います。でこの、立ち端は、あればロックミシンで、なければ、ジグザグミシンで始末してください。でこれで、レースの袖の袖下が縫えました。でこれを表に返します。今 T シャツの方は裏が出ています。こちらが袖口になる耳の方なので、これをこの袖ぐりのところにスポッと入れていきます。そうすると、T シャツの表と、レースの袖の表が合わさる形になって、これをこういうふうに合わせて、それでぐるっと縫っていきます。はい、これでぐるっと縫えました。この立ち端はまたロックミシンがあればロックミシンで、なければジグザグミシンで処理をします。